大自然の神秘、幻想的な洞窟、マニアック水族館、ペンギンもいるし、ウミガメもいるよ。もちろん食べます山岡や。和歌山は魅力的な場所がたくさん。インバウンドも少なく価格も安めで最高かも。最後まで見てね。今回は大江戸温泉物語南紀串本に行った動画の往復道中編です。串本まで大阪から車で3時間弱。まずは朝ごはん食べて腹ごしらえ。和歌山に来たら和歌山ラーメンではなく、癖になる味ラーメン山岡や。朝ラーメンに背脂変更、もちろんチャーシューもトッピング。山岡屋と朝ラーメンの動画は何回か投稿しているので、詳しくはそちらをご覧ください。単価安めの山岡や朝ラーメンだとさらに安い。2人で2000円いかない。朝の呪文は普通多め濃いめ。朝ラーメンが着丼。ちなみに山岡屋ファンの間でも不要論がささやかれる朝ラーメンに乗ってる梅肉。この梅肉の正しい食べ方を見つけました。後ほど紹介します。安定の美味しそうな塩豚骨スープ。山岡屋唯一の細めの麺のラーメン。細麺といってもそこまで細くはなくて、いわゆる普通麺。抜きでもよくねって言われる嫌われ者の梅肉さんは海苔と一緒にご飯へ。後でゆっくり食べましょう。ご飯にのせた海苔と梅肉にこの上から朝ラーメンのスープをたっぷりかけます。これがかなり美味しくて口直しにもなって最高でした。これでもかというくらいひたひたになるまでスープをぶっかけて、ニンニクを投下するのも最高にうまいです。お行儀悪いっていうクレームは受け付けてません。ごちそうさまでした。白浜にある三段壁洞窟に寄り道。観光地なのに駐車場無料はありがたい。ちなみにバスでも来ることが可能。白浜付近に来ると景色が南国っぽくなりますね。飲食店やお土産屋さんもありました。三段壁に到着。曇り予報だったけど青空見えてて最高。すごい景色。インバウンドで混んでないのも良き。夜に来たら星が綺麗かもしれません。ここの地下の洞窟は入ることができます。有料ですがもちろん行きます。入場料は大人1500円。キャッシュレスも対応してました。エレベーターで洞窟までレッツゴー。エレベーター結構早い。洞窟階に到着しました。早速パンダがお出迎え。観光地にありがちな行政記念撮影。まず最初に10象眼。中央の弁天様とそれを囲むような9つの異なる表情の像。合計10個の像が彫られているように見える天然の岩です。
確かに言われてみれば見えなくもない。さらに進むと弁財天様が祀られる場所に、なんと温泉で手を清められます。お線香とろうそくも用意されています。お賽銭と一緒にお供えしてきました。このチャンネルがもっとたくさんの方に見ていただけますように。多分一周サクッと回れば15分くらいで回れる広さです。タイミングが合わないと見られないこちら。潮位や波の勢いとかいくつかの条件が揃うと、クジラみたいに穴から塩水が噴き出すらしい。大自然のエネルギーをひしひし感じる、そんな場所でした。足湯もあります。寒い時期だとこれは最高かも。この景色を眺めながら温泉に足をつけてゆっくり。もちろん無料ですが、足拭くタオルは持ってきた方が良さそう。三段駅から車で5分、千畳敷にやってきました。打ち寄せる波と広大な岩のステージ。ここ千畳敷は長い年月をかけて太平洋の荒波が作り上げた白浜の絶景スポットです。沈む夕日が岩肌を黄金色に染める瞬間は言葉を失うほど美しいらしい。ここだけ見たら日本とは思えない景色かも。地層や断層フェチの人にはたまらない景色。どこを見ても圧巻の景色、地球のすごさを感じる。この景色を作り出すのに何世紀かかったのだろう。こういう低俗な落書きをする人たちは全員明日にでも声だめに落ちてほしい。30年前の落書き、自然に消えるまでに何百年かかるんでしょう。これはハングルですが、僕の見る限り 99% 以上は日本語でした。どうせ分かれてるんだろうな。こんなとこに落書きするバカップルなんて。それにしても本当に落書きだらけ。気を取り直して景色でも見ますか。釣りをしている人も結構いたけど、この波の中で魚って釣れるの？水たまりみたいなところに魚が1匹。これは満潮時に入っちゃってこうなったのか、それとも釣りしてる人がいけすにしてるのか。 MV とか撮るのにもいいよね、この場所。串本のホテルへ向かいます。
ホテル滞在の様子はすでに1個前に投稿してますので、そちらをご覧ください。マジで大満足な一泊でした。ホテルをチェックアウトしてきたのはこちら、エビとカニの水族館。ホテルに向かう時に見つけて気になったので立ち寄りました。入場料を払って最初に出迎えてくれるのは、エビでもなくカニでもなく、大量の巨大なウツボ。なんでやねん。なんか違うやつ。動くやつな。この先はカニゾーンが続きます。数えきれないくらい見たこともないカニがたくさん展示されてます。多すぎるので早送り。気になる方は公式ウェブをチェック。多分すごく珍しいサメの卵と稚魚も展示してました。かわいすぎる。こちらにはカブトガニの赤ちゃんも。さりげなくしれっと珍しいものを展示してる、そんな感じの水族館。大阪の海遊館にもいるタカアシガニ。ここでは触れる距離で見ることができます。っていうか、触っていいらしい。こっちはサメと伊勢エビに触れます。この水族館、なぜかウツボウシ。かわいいウーパールーパーもいました。タツノオトシゴがとても幻想的。お土産コーナーもありました。結構安くて良心的な価格。これ欲しいって思ったけど SNS で大人気で泣いちゃったオイラです。番外編みたいな建物へこちらも入ることができます。ペンギンがフリーズしてる。こういうのは子供が喜びそう。さらに隣の建物には大量のペンギンと大量のウミガメが。餌やりができるので何かもらえると思って必死のカメたち。餌は100円で買えます。餌の取り合いがすごい。多分殴り合いしてる。この後大雨が降ってきたのでいろいろ寄りたかったけど家に帰りました。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもたくさん書いてください。ハイプも忘れずにしてくださいね。最後までありがとう。次回の動画もお楽しみに。またね。